gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回はここにアイスクリームショップを作ったので、今回はこの奥のプライベートビーチ前を作っていきます。今回で完成するのでお疲れ様と思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。早速最後のクリエイトをしていきます。アイスクリーム屋を抜けていくと、そこには最後の更地が。今回は行き当たりばったりクリエイトなので、目指すべき雑草はありません。ここですね。ちょうどプライベートビーチが見える位置までやってきました。マップで確認作業です。今回作る範囲はここ。実はこの丸で囲んだところも更地なのですが、いいものができたら動画投稿するかもしれません。最初は階段を設置する位置をスコップで掘って決めていきます。階段は横向きにつけるので横3マス、縦2マスあれば OK。そこから道になる部分以外を2段目にしていきます。限られた土地を埋めていく作業はあまり得意な方ではないので結構悩みました。ここの高台は案内所裏の湖を作った時に作った崖ですね。そことつなげるように2段目の拡張。最初の辺に作ったエイブルシスターズの道の方にもどんどん拡張。道がかろうじて通れるくらいまで崖作りをしていきます。階段を2つ連続でつけるのでスコップで掘って位置の確認。真ん中も開けておけば大丈夫だと思うので、一番右側の穴の横に3段目を作ります。崖の大きさは縦3マス、横5マスぐらいです。先ほどの更地はこんな感じになりました。まだほとんど更地状態ですね。3段目に行く階段と位置を合わせる必要があるので、一番崖の内側に立って階段の設置。次もまた階段を設置していきます。思っていた以上に間が空いてしまいそうだったので、1マス分左横に追加。左に追加した階段と位置が同じになるように気をつけながら設置。今回の大きな土台が完成したので、次は1段目から道を作っていきます。いつ作ったのかわからないエイブルシスターズの道から前回かけた橋まで道をつなげます。崖に沿って丸くなるように。この辺りも何もプランを考えていないので一発撮りで撮影しました。何も考えない方がうまくいくかもしれないということを願いながら作っています。崖が尖っている部分の道がちょっとふくよかになりすぎていたので修正。一定の幅が美しいですからね。Y の字の分かれ道ができました。次は2段目の道などの整備です。岩はなかったことにして、階段の間は石畳を敷いて一体感を出します。最後に砂浜から救済されたのはキャビアちゃんのお家です。ここ半年ほど砂浜生活をしていましたが、ようやく緑の大地に足を踏み入れることができました。ここまで放置されたのは初めてだと思うので少し心苦しいですね。なかなかいいところに引っ越してきたキャビアちゃんです。家の周りも道を敷いていきます。こちら新作のマイデザイン、役場の内装の床を参考にしました。こちらも同じく新作ですが、花壇を作ろうと思って12枠分描きました。実際に使っているのは1枠しかないという悲しい現実。何時間もかけて描いたのにという思いが拭いきれないので、この花壇は後に公開しておきます。いつもの砂利道は階段から家の前まで来るように敷いていきます。ちょっと敷きすぎたので消します。家の周りの道が敷けました。ここからは植栽をしていきます。マイルズの不自然な切れ目は隠したいので低木を植えます。低木はマス目いっぱいギリギリまで、なんならちょっとはみ出してるくらいの大きさが素晴らしいので、マイデザインの切れ目なのに植えがちですね。最近気がつきましたが、広葉樹を途中で成長止めするなら木の苗を買わずにフルーツを埋めればいいじゃんと気がついてしまいました。もうあつ森が発売されて5年目なのに
気がつくのが遅すぎましたね。道と川の間にいつも通り花を植えていくので、川を少しだけ埋めます。道側に黄色のヒヤシンス、川側に白いチューリップを植えます。黄色のヒヤシンスが登場するのは崖上の住宅街を作って以来ですね。白いチューリップが植えられなかったので少し川を埋めます。川や池を掘ることがあっても埋めるだけの回は今回だけかもしれませんね。花が増殖しすぎないように白い素朴な柵を立てていきます。植栽が終わったので成長を見守ります。これももしかしたら今シーズン最後ですね。手前の木は小さく、奥に行くにつれ木をちょっと大きくしておきました。黄色のヒヤシンスが可愛かったので、2段目にもう少し足します。優しい色の黄色なので春を感じる色合いですね。このシーズンの作り始めは春でしたが、いつの間にか現実は秋ですね。黄色のヒヤシンスは可愛いですね。1段目を飾り付けます。崖肌が見えすぎているのがあまり好きではないので、つるを引っ掛けて緑を足していきます。息を吐くようにつるを引っ掛けました。埋めるのに困った時は森畑くんです。分岐には世界の道しるべを。いらないところは削っておきます。ここがない方が見栄えがいいですからね。家の前の飾り付け。何も考えていなかったので、私が好きな家具だけで埋め尽くしていく。そんな感じなので、特にテーマなどはありません。板も咲いている部分に縦板の柵を立てます。崖肌が見えてしまう部分にも縦板の柵は有効ですね。屋根の色がブラウン系のレッドなので、濃いめのブラウンの家具がよく合いますね。そういう色でここは統一をしていきます。置いている家具全部好き、プラス個人的に推している家具たちですね。作りが細かかったり、光を当てた時にいい感じの影を作ってくれる家具が一番好きです。3段目の飾り付けをするので、まずはシンプルなパネルを2段目に置いていきます。シンプルなデザインはデフォルトのリメイクで入っているものです。海を眺めながらお茶できたら最高じゃないという安直な考えのもと作り出されている空間です。自分たちしかいない空間でゆっくり自然を味わうって現代人には少なくなっている気がするので、こういう空間を作りがちです。3段目から見た時にこの隙間が気になるので、ここを最後に飾り付けていきます。古の私に託された場所ですね。後で何とかすればいいやと思って放置していた場所です。写真に写らない場所は基本手抜きですからね。隙間が埋まっていい感じになりました。家の裏の高台から海が見えていい感じ。全体はこんな感じになりました。これで全て完成です。海の見える家はいかがだったでしょうか。質論とシーズン3完成おめでとうと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more. Time moves on, yet here we stand, holding echoes in our hands. Let the stars remember us, even when the night grows deep. In the silence, hear the past.